今日はですね、デニムの縫製についてお話したいと思います。いくつかご紹介という感じですね。全体的に言うと、デニムって洗いをかけるので、ポイントとしては洗った後に壊れないような縫製にするっていうことと、歴史的にはですね、量産型の大量生産されたアイテムなので、大量生産されやすいようにいかに効率的に縫えるかということを考えていくっていうのが特徴です。はい。早速なんですけど、まず1つ目はですね、巻き縫い。はい、こんな感じですね。ここのこと。縫い代と縫い代を通常だと合わせて本縫いといって、縫いますよね。その後にオーバーロックをかける仕様が一般的かなと思うんですけど、デニムの場合は、洗った後にそこの縫い代がバタついたりとかちょっと危険なので、なるだけですね、ここを巻き巻きして縫い代をラッパと呼ばれるなんかアタッチメントのようなものを、ミシンにつけて縫っていきます。はい、これを巻き縫いと言います。はい。で、巻き縫いが壊れちゃうことを、余談ですけどパンクするって言ったりしますね。巻き縫いちょっとパンクしちゃってる。これはちょっと残念な時ですけど、はい、そんな感じです。あとはデニムの縫製として特徴的なのはチェーンステッチですね。よく裾のお直しなんかで皆さん一般的な方も聞いたことあるかもしれないです。チェーンステッチで、これチェーンステッチでデメリットってご存知の通り、ちょっと切れるとダダダダッと全部切れちゃうっていうのがデメリットなんですけど、生産する上でこれがいかに効率的かというと、下糸がないんですね。なのでボビンケースに下糸をこう毎回切るたびに巻かなくても、大きなですねコーンの糸があれば、それを使ってもう上も下も全部縫っていくことができるっていう感じです。はい、なのでそれってすごい効率的じゃないですか。なのでデニムでよく使われる手法だし、長距離、例えば脇とかインシームのこの内側縫う時は、工場はチェーンステッチにしてほしいって言われるケースがあったりします。裏側にしてこうチェーンステッチになってるから、これチェーンステッチの単管と言われる缶縫いなんだなって思う方多いんですけど、実際はですね、オーバーロックと言われる手法でロックをかけながらチェーンステッチも一緒にかけるっていうような縫製工程があります。これはデニム独特なんじゃないかなと思います。で、そのロックの糸に関しても、2本でこうロック縫っていくロックの方法とか、あとロックの中に真ん中にステッチが点々あるような3本ロックだったり4本ロックだったりします。で、ロックの糸もかなり細かく言うと、デニムの場合その耳といって生地の耳を楽しんだりするような文化があるじゃないですか。で、その耳を真似てすごくオーバーロックのですねピッチを細かく狭くして、カラーをそれぞれ4本とも変えて、まるで耳使いをしてるかのように見せかけたりとか、あとはウーリーシーといって少しふわふわな糸をですね、ここのロックの斜めの部分に使ったりとか、細かく言うといろんな手法があったりとかします。はい。それはちょっと細かい話ですね。はい。あとはデニムであまり知られてない箇所というとですね、セーフティーステッチがあるかなと思います。セーフティーステッチというと、この脇のウエストの付け根から中途半端にですね、このポケットの袋布ぐらいまで押さえるステッチのことです。このステッチは脇まで貫通してあるケースもありますし、シングルケースの場合もダブルステッチでずっと裾までいくケースもあります。ただ歴史的にはですね、途中まで止めるのが一般的かなと思っています。というのが、ここから先はですね、割ってるケースがヴィンテージなんか特に多いですね。で、割ることによって、当たり感ここにつけるっていうのがデニムマニアとかだと2だったりとかします。で、この当たりをつけるためにはですね、伸び止めテープのようなものを洗う前に貼る必要があるんですよ。で、この工程意外と知らない方多いんですけど、割ってテープを貼って、でわざとですねこういった筋のような当たりをつける。で、これがすごいかっこいいみたいな感じで言ったり、美脚効果があるって言われることもあります。はい。あとはデニムの縫製、缶抜きですかね。缶抜きもこれもピッチがいろいろあったりします。これは工場さんに聞いた方がいいです。あとダブルステッチの幅とか3本ステッチの幅も工場さんによって違うので、その縫製工場に聞いてやるといいかもしれないです。はい、以上です。
アキュージャパン。